ニノさんがそれで本出すんだよね。そうみたいなんですよね。実は。その中で、ちょっとジャニーさんに謝ってほしいっていうフレーズがあるようで。その本が出るタイミングっていうのが、なんで今ニノなのっていうことだよね。確かにそうですね。そもそも。だってそれはね、大野さんが書いた方が一番いいじゃないですか。そうですね。なのに一番その中で本書きそうもないニノさんが書いてるのは何かっていうと、お父さん、はい。先日アップしました嵐さんの動画が大変好評ということで、やっぱりまだまだね、皆さんありがとうございます。嵐さんの影響力はすごいんだなって。意外とコメントも危なかったね、今回ね。俺が消しまくってっていうのもあるんですけど。そうなんですか。そうです。あんまり消してないです、今回。そう。嬉しい。ね。もちろん二宮さんのファンは、もうちょっとニノさんはね、性格悪いとか言っちゃったもんだから、そんなことないでしょって。ただね、やっぱりみんな書いてますよね。性格良くない良くない。ただね、ちょっと補足するとね、性格が悪いんじゃなくて、人に対する対応が悪いってことを僕言ったんです。性格が悪いとは言ってないですよ。態度が悪いってこと。まあ、だからそれは性格が良くないよねっていうことは言いましたけど、本人の性格が悪いわけではないんです。ただ、ちょっと突っ張ってるというか、斜め目線なんですよ。確かに。そういうところが誤解されるんじゃないのっていう。ただ、あの人自分の生きてる戦場は、おそらくドラマとかね、映画だと思ってる人なので、多分自分で役作りしてると思います。僕はこういう役でいいみたいな。ニノさんがそれで本出すんだよね。そうみたいなんですよね。実は。そうなんです。その中で、ちょっとジャニーさんに謝ってほしいっていうフレーズがあるようで、そのあたりとかもね、ちょっとニノさん危ないかもっていうお話をされてたので、ちょっと先どうなっていくのかなと思って。本っていうのはね、個人でもちろん出すわけじゃないし、編集者がいるしね、出版社がいるし、その本が出るタイミングっていうのが、なんで今ニノなのっていうことだよね。確かにそうですね。そもそも。だってそれはね、相葉くんとか他にもね、桜井くんとかいるわけで、なんで、まさにそれこそ大野さんが書いた方が一番いいじゃないですか。そうですね。なのに一番その中で本書きそうもないニノさんが書いてるのは何かっていうと、やっぱり彼は彼で、次の立ち位置がやっぱり難しいから、俺はこうなんだっていう内面を見せたかったっていうのも一個あるし、あとは、ジャニーさんのくだりがあるじゃないですか。謝ってほしいと。要は、尊敬していたのに、で、こういうことが起きてね、最初にそのニュースを聞いたときに自分は驚いたと。で、わなわな震えて、自分の未来を考えて、お先真っ暗になった。ってことを書いてるんですよ、実は。内容がね。で、それはどういうことを本に言ってるかというと、批判してるとかそうじゃなくて、なんでそういうことをしたんですかと。で、私たちの知らないところで、それ釈明してください。まず僕らに謝るべきですよね。まあ、今、スタート者っていうのは、被害に遭った人たちに謝罪をしてますよね。で、実際今ね、海外でも、あちこち飛び火しててね、もう簡単に終わったりする訴訟がすごくて、で、それこそ、また、今の社長ももうダメでね、元フジテレビの人が、またね、入ってきて、社長になるんですけども、その中において、まず、早く作業を収めたいっていうのもあるし、なおかつやっぱり、二宮君は二宮君の立場で、謝ってほしいっていうことによって、実は、初めて、今現役でやってる中で、いやいや、僕らに謝ってよって言ったのは二宮ぐらいだし、それを言っても、おかしくないキャラっていうか。確かに。それ相葉くんとかが言うと、言わされてんじゃないのっていう話になるし、でも本音はみんなそうなんですよ。本音は、大野くんも含めて、まあ他のジャニーズも含めて、全員謝ってくれよ、もう社長って。なんでこんなことしたんだよと。俺たちみんな、すごい傷物みたいになっちゃったじゃないかっていうのがあるんですよ。だからそれはやっぱりキャラ的に一番それを言っても、まあニノだったら言うよねっていうようなキャラの二宮さんが、まあ、じゃあ俺が言うよっていう風に、ちょっとそこはね、男に見せてくれたのかなっていう風に思います。彼はね、以前からずっといわゆる嵐の中でも、俺がその嵐の中の嫌われ役でいいよっていう言い方いつもしていて、で、まあみんなキラキラ明るいけど、俺はダークで別にいいし、みんな明るいわけじゃないしね、文句もあるし、そういうことに関しては俺が言うから、俺が嫌われ役でいいし、別に俺もともと嫌われてるからいいよっていう風なキャラではあったんですよ。で、そういうのをみんな知ってるファンが、なんで原さんそこを指摘すんのよと。かわいそうじゃんっていうところで、
ちょっとコメントを書かれたんですよ。分かってますよ、僕だって、内容は。だけど態度直せって言いたかったの。大人だから。そこは。っていうのはなんでかっていうと、僕と二宮さんの問題じゃなくて、芸能界とかってね、こういうとこに、どこでもそうですけども、スタッフなんですよ、全部。スタッフで決まるんですよ。スタッフとどんだけ仲良くしてるか。自分がやっぱり、まだスターやってて、AD だった人たちがどんどん出世していくんで、その段階で大概の人たち仕事がなくなっちゃうんですよ。僕はまだ二宮さん若いし、今後もあんだけイケメンだしね。まして、CM 見ても、すごく演技うまいですよ。そういう意味では、思いが出るっていうか、ちょっと憑依体質です、あると。実際ドラマ映画もすごいね、活躍されてて、うまいなって。すごい内面が出る。で、それ嘘がない。すごいエネルギーが出る人なんで、僕はそういう意味では、活躍のチャンスをなくすのがダメだから行ったんですよ。松潤みたいにあんだけ明らかんとしてたら問題ないけどもね。みんな対応をね、今大人になって上手だけども、二宮君はまだそういうふうに態度が悪い態度をしてるとね、あと5年後、10年後ってなっちゃうと、本当に自分がここぞっていうところの、いわゆるプロジェクトから外される時があるんで、そこだけ僕はちょっと心配で、わざと僕は嫌われ役をしたんですよ。わかりますか皆さん。二宮さんの二宮返しですよ。わかるかな、俺をみんな叩いたでしょ、叩けばいいよ。俺は二宮返ししたんですよね。彼を思うからですよ。全然それは、人って会ってみないとわかんないしね。どういう人かわかんないし、そういうことを言っちゃダメですよ。ただ、態度が悪いっていうのはみんな周知ですよ。ね。そこは、そういうキャラをやってきて、他のメンバー守ってきたかもしれないけども、今後嵐じゃなくなるんで、まあ、本人もそれを意識しても本を出すと思いますけどもね。ぜひ、その、キャラはね、やめた方がいいと思うんです、僕は。その方がいいし、演技で出てるような、その深みのある、熱い、なんかその伝えていこうとするその二宮君の、その感じをね、もっと出しつつも、ギャップで日頃は丁寧っていう方が僕は好かれる気がするな。じゃあ自分がマイナスの部分の役割を担うよっていうふうに、自らそういうね、形で、こう皆さんの対応に当たってるっていうのは、なんか、過去にすごくそういうことで傷ついたとか、小さい時からもしくは学生時代に僕はいじめられてたと思います。そのいじめられ方もちょっと変わったいじめられ方したんじゃないかな。トラウマになるような。本人だって嫌われ役はしたくないですよ。ただどうしてもその斜めに構えちゃうでしょ。攻撃されると思ったらまっすぐ行ってって攻撃されてるわけだから、自分を守るためにやっぱ斜めに構えますよ。帰ってこないように。その態度が態度悪いってなっちゃって、でも今更まっすぐできないから、じゃあ俺は嫌われ役でっていう風にしただけで、本人が別に嫌われたいわけじゃないから、それは小さい時の過去のトラウマがあることは間違いないと思う。でもそこも含めてやっぱり私たちは人生選んでこの世に来ているので、二宮君は二宮君のカルマというか、挑戦する、一つのテーマとしてそういう自分の境遇を選んだと思うので、僕はそれはそれでいいと思うんですけどね。もう嵐が終わるからこそ、そのキャラはもうやめていいよっていうタイミングでもあるってこと。そうですね。やっぱりその中に明暗があってね、嵐って良かったと思うんですよ。全部バーッとね、そうだよね。そう、明るいだけの人たちもいたじゃないですか。TOKIO は、山口さんいろいろあったけど、でも、基本的にあのグループってバカ明るかったよね。確かに、皆さんそうだね。みんな明るい。でもそこが良かったんだけど、僕は一人そういう暗い人がいた方が、明暗があって、ちょっと危機感っていうか、スリルっていうか、おいっていう、見る人がちょっと心配するような感じになった方が、良かったから、嵐としてはそういう役目を担ったのかなっていうふうに。本人はそこに落ち着いたのかなと思いますよ。もうでもいいよね、やんなくてもね。そうだね。優しい目してるもんね。すごくね。僕は好感持ってますよ。だから、皆さん僕のことを嫌わないでね。いっぱい見た、反省したんで。ただやっぱり心配だよと思いました。スタッフからいっぱいそういう話は聞いてるんでね。ぜひ、活躍していただきたいってことと、あと、二宮さんがせっかくそうやってね、勇気を出して、本に声明を出してますから、もうそろそろ皆さん、やめましょう。もうジャニーズね、問題。これ以上騒ぐのやめてください。大変だと思いますよ。もちろんその社長も含めて、その上層部の人たちは責任ありますけども、
社員とかね、うんそこに対して繋がってる業者さんもいっぱい多いので、今日本経済大変ですからね、叩くんじゃなくて励まして、みんなで良くしていく方向に頑張りましょうよ。堀さん、なんか今回ね、うんスタートさんが、社長が交代になるということで、これは、その会社にとって、吉と出るのか、京と出るのか。これなんか何気に知り合いの知り合いで僕繋がってるんで、名前言いませんけど、はい誰と繋がってるか言いませんけど、繋がってるんで言いづらいですけど、はい。繋がってる人も見るんですよ、これ。さあ、そこをズバリ。今日です。京都出てしまう。お名前は言いません。ね、鈴木社長。ね、下の名前まで言いませんよ。鈴木さんになるんですけども、あんまりね、僕だけのこれ意見じゃないですよ。業界的にはよろしくない噂がいっぱい飛び交ってた人です。もちろんそれはもう偉い人ですから、プロデューサーやってた人なんで、それなりに力を持ってた人で、フジテレビの人ですから、もともとは。その昭和の時代のね、やっぱり偉い人っていうのは、みんな悪く言われるじゃないですか。ね、あいつどうだ、これどうだって。でも本当に悪かったと思います。そんな気もします。なるほど。ね、それはなんかスピリチュアル的観点からもそういうなんか。今すべてスピリチュアル観点なんです。ああ、良くないです。運勢もよろしくないんですかね。運勢も良くないです。今回ね、フジテレビの関連で、いろんな方々がちょっと、刑事事件巻き込まれたりとかしたじゃないですか。はい。その人たちも僕直接会ってるんですよ、実は。名前言いませんけど。はいはいはいある関西にね、行ってた方もよく知ってるんです。体直したんで。わかりますけど、悪い人じゃないです。悪い人じゃないけど、あんだけ叩かれるわけだから、もっとそれより悪いことをしているだろうなと思う人がその人なんで、そういう人が来て良くなるってことは、まず人望がないからね。みんな分かっちゃってるから。僕が知ってるぐらいですから、もうみんな知ってますよ。その中においてでもこいつしかいないなと思ってこいみたいな。お前が引きするしかねえぞ。お前の剛腕でいけみたいなね、感じなんで、まあおそらくもうちょっと事務所的には難しいのかな。もうだから、スタートしたはね、今までのジャニーズの版権管理会社を目指していくとかね。そんな感じかな。あんまり言えないけど。言っちゃったけど。はい。言いづらいところありがとうございました。もう大丈夫さ Close your eyes 静かに目を閉じて